シママのみんな、こんばんは、ナナエレオだよ。今回紹介するのはこちら。演者がカメラの前から離れたり、顔が手で隠れてしまった時などに自動的にモデルを隠してしまうというテクニックです。声では大きなリアクションをとっているのに真顔のままとか、くしゃみをしたのにモデルが微動だにしないとか、あとトイレに行くって言ったのに画面から姿が消えていないとか、そういう古典的な問題を、一気に解決するアイデアとなっております。急に姿が消えるのは不自然じゃないのかって？こっちとらバーチャルですよ。観測されることで初めて存在できる儚い生き物なのです。さて、まずはモデルデータ側の下準備です。使用する材料はこの2点。既存のモデルデータとトラッキング外れ時に表示する代替画像です。用意した代替画像は、できれば原画の PSD ファイルに突っ込んでおいた方がスッキリしますが、面倒なら別途 PNG とかで読み込んでも問題ないので、好きにしてください。では、ライブ 2D 上での作業に移りますね。モデルデータを開いたら、新たにモデルの表示とでも名付けた回転デフォーマを作り、モデルの内容すべてをその回転デフォーマの子に設定します。デフォーマパレットで見るとこんな感じですね。で、ここに先ほど作った代替画像を読み込んで、これはモデルの表示デフォーマーの中には入れず独立させておきます。次はパラメータを一つ作ります。パラメータ ID はパラムウェイトスイッチとでもしておきますか。値の範囲は0から1。デフォルト値を0としておきます。このパラメータの両端にモデルの表示デフォーマと、代替画像アートメッシュのキーを打って不透明度を操作して0の時は代替画像だけが表示されるように、1の時はモデルだけが表示されるように設定しましょう。はい、こんな感じですね。これで下準備は完了です。作業は VTube スタジオに移りまして、先ほど用意したモデルを開くとこのように、どうあがいてもモデル本体が表示されないはずです。はい。トラッキングが外れた時に隠すというよりは、むしろ隠した状態がデフォルトなんだというのが、このテクニックの肝なのです。では設定を始めましょう。まずは設定メニューの左から2つ目のアイコンを選択し、トラッキングが失われた場合の項目をデフォルトに戻るに設定します。次は設定メニュー3つ目のアイコンに切り替えて、一番下のプラスボタンを押して新たな項目を追加。インプットパラメータは何でもいいので、雑にフェイスポジション X あたりを選んで、アウトプット先は先ほど作ったパラムウェイトスイッチを指定します。アウトプット側は範囲を制限するにチェックを入れておきましょう。そしてインプットの範囲をマイナス100からマイナス99みたいな極端に小さい範囲にします。こうするとどうなるか予想がつきますか？トラッキングが働いている間は何をやってもアウトプットが上に振り切ったままになります。そしてトラッキングが外れた時にはデフォルト値である0になるのです。こんな簡単な仕掛けだったんですね。今回はパラメータ値の動きを感じやすいように不透明度をなだらかに変えていますが、パラムウェイトスイッチの 0.5 と 0.51 の間で表示を切り替えるようにすれば、パッと消すことも可能です。なんだったら 0.8 と 0.81 の間とかで切り替えるようにすれば、トラッキングが外れてから姿が消
消えるまでのラグを少なくすることもできますね。ラグが大きい場合は真顔に戻ってから消えるっていう動作になってしまって不自然なので、できればラグは少なめにしといた方がいいんですけども、逆にラグを減らしすぎると一瞬手が顔の前をかすめただけでもうチカチカしたりするので、その辺はさじ加減でうまいことしてください。で、ここからはアレンジ例なんですけども、待機状態に入る際にパラメータがなだらかに動くってことは、パラメータのバーをタイムラインとして利用することができるので、こんな風にスライド表示くらいのアニメーション効果なら簡単に載せることができますね。他にも物理演算を絡めたり、代替画像をアイドルアニメーションで動かすこともできるので、突き詰めればやりたい放題です。ちなみに VTube スタジオのトラッキングが失われた場合の設定をモデルをフリーズするに変えるだけでこの機能は停止することができます。取り回しが効いていいですね。ガオー。さて、今回紹介したテクニックはモデルを消すことをトラッキング外れ問題へのアンサーとしていましたが、モデルが消えるのは好ましくないとか、動かなくてもいいから表示をしておきたいという場合もあるかと思います。じゃあそういう場合はフリーズするか真顔に戻るかの2択しかないのかというと、実はそうでもないのです。ここまでのお話の中で皆さんお気づきになりましたでしょうか？VTube スタジオにおけるデフォルトというのは、そのままライブ 2D パラメータにおけるデフォルト値を指しているんです。なので、あらかじめモデルデータ側でデフォルト値をいい具合に設定しておけば、トラッキングが外れた際に指定したポーズを取らせることができるということなのです。例を挙げますと、魂が抜けたように静かにうつむくとか、あんまり万能と言えるようなポーズは思いつきませんが、キャラクターや用途に応じていろいろ考えてみてください。ただ、デフォルト値が変な値になってると編集作業は面倒になるので、デフォルトポーズを指定するなら、最後の仕上げのタイミングで行うのが、良いですよね。ガオーといった感じで今回は、トラッキングが外れた時の挙動をどうにかする方法をお伝えしてきたわけですが、いかがでしたでしょうか？実はこのトラッキング外れを感知する方法って、フェイスリグでも可能では私は長らく使ってたんですけども、特殊なトラッキング設定をしなきゃいけないってことで、モデルとトラッキング設定を紐付けて管理できないフェイスリグでは、結構面倒な技ではありました。それが、VTube スタジオではモデルごとにトラッキング設定を保存できるので、とても簡単に扱うことができるようになったってことで、今回こうして皆さんにおすすめしてみたというわけなのです。ぜひ今回の内容を応用していろんなトラッキング外れへの対処方法を考えてみてくださいね。それじゃあ、バイバーイ。